こんにちは、木下優香です。今日はね、やめてよー、ご飯を作りたい、そういうこと。電子レンジで作る簡単ペペ玉を作りたいと思います。さっきね、ロンがさ、猫用のさ、猫用のなんか階段みたいのがあるんやけど、そこからさ、ロンがさ、寝ぼけとしてめっちゃびっくりした。怖かった。何どうしたの？何の話さ？どうしたん今日？電子レンジで作る簡単ペペ玉っていうものを作りたいと思います。ペペ玉って前の動画でやったことあるんやけど、本当の元祖は福岡にあるラルキーっていうお店のメニューなの。めっちゃそれ美味しくって、結構福岡でも有名なんやけど、で東京のテレビで紹介されてるのとかも見て、その後初めて行ったんやけど、とにかく美味しい。騒がないよ。それがね、今回お手軽に電子レンジで作れるっていうレシピを料理家のリュウジさんが考案してくださったんですよね。概要欄の方にリュウジさんの YouTube チャンネルも載ってるので、ぜひぜひ見てみてください。ちなみにですね、今日飲んでるのは白湯です渋いでしょ。まだもうちょっと声が本調子じゃないんで、白湯を飲むと喉がいい感じになるから飲んでます。しかも美味しい白湯、ハマりそう。じゃあ作りたいと思います。材料です。今日は10人前作ります。スパゲッティ、お水、割烹白だし、ニンニク、オリーブオイル、有塩バター、鷹の爪、溶き卵、小ネギです。でまず準備として、卵は常温に戻して溶いておきます。ニンニクを処理します。すごい、めっちゃ便利。耐熱皿に茹でる前のスパゲッティを入れます。わあ惜しい。入らんから2つに折ります。一気に折るとね、パスタが飛び散っちゃうんですよね。私ね、ここのパスタが一番好きで、割烹白だし、ニンニク、オリーブオイル、有塩バターで、種を取った鷹の爪はね、ここをハサミでチョキって切って、こうすると種がきれいに取れます。でよく混ぜます。で600ワットの電子レンジで10分加熱します。でもですね、この10分っていうのがくせ者なんですよ。レシピはね、1人前のレシピなんですよね。でこれはさ、10人前ですよ。大食い料理の時はお手軽な電子レンジレシピが逆にあだとなるんですよね。ではちょっとやってみます。まずは10分温めてみます。はい、ごちゃんはい、スパゲッティを温めてる間に、なんか主役がおらんことになったけど、卵がすごい散乱しとる。卵をかき混ぜておきます。卵を溶いておきます。たくさんあるのでね、バタタ液を使います。普通はもうお箸とかでいいと思います。はい、まだレンジが終わらないんで、ちょっと他のことします。これですね、私ちょっとまだ声がさ、ちょっとまだ出るけど、ちょっとなんかハスキーじゃないですか。でも実は私この今の声が好き。普段のキンキンした声はね、もう昔から嫌いだったんですよ。ハスキーボイスに憧れとったけ、もう一生このままでもいいかなってちょっと思う。でもなったらなったで後悔するのかも。でこれの話ですよ。クリスマス限定ボトルなんですよね。これ全然クリスマスじゃないのにクリスマス限定ボトルです。でね、この中には視聴者さんに白湯がいいと教えてもらったんですよ。白湯ってわかりますか？お水を沸騰させて、沸騰したら15分間煮続けるんですよ。でそしたら白湯
まあお湯ですけどねが出来上がるんですよね。でそれを50度ぐらいに冷ましたやつをちびちび飲むといいらしくて、でそれに私はプラスで生姜と蜂蜜を入れてるんですよ。うちねターメリックラテっていう粉があるけ、ターメリックラテに生姜が入ってるから粉と蜂蜜をこの中に入れて飲んでます。白湯の中にね。で白湯がねほんと私はそれ蜂蜜とか入れたけど入れてなくてもなんかね白湯にするとね甘みが出るとすごい美味しくってびっくりした。できた。ほらすごい色でしょ。皆さん大変です。まあ大変じゃないんだけど、生姜ドリンクのレシピを紹介した動画を今日公開したいの。視聴者さんがコメント欄で生生姜よりも粉の生姜が一番効くっていうのを書いてくれたのを今読んだんですよ。でねこれがターメリックラテの粉なんよね。なんかおしゃれじゃないですかこれ。でねこれ見て、ジンジャー入れないよ。絶対これよく聞くね。600W で10分 800W で6分合わせて今16分やっとるけどまだまだ硬いです。今ニンニクの香りがめっちゃして麺の硬さもねだんだん柔らかくなってなんかいい感じになってきた。で今ですね結構柔らかくなってきとったから800W で3分やってます。これ確かにさ電子レンジレシピってもう大食い料理だと時短にはならないですけど手間は減るじゃないですか。で手は空くじゃないですか。めっちゃ待ち時間長いじゃないですか。本を持ってきたの最近買ったすきやばし二郎の本、これをちょっと読もうかと思ったけどもうねできそう。はい皆さん柔らかくなりました。ちょっとねここから急いで作業しないといけないんでもう今すぐ持ってきます。じゃあね。でも電子レンジでパスタ茹でられるんだったらめっちゃいいと思う。そしてここに卵がすごい多いから温度めっちゃ下がるかな。卵入れまーす。私はね YouTube 撮るときは心の声をもうバンバン出していきます。まだまだパスタが温かいうちに、急いでかき混ぜます。でも卵の量がむっちゃ多いから温度が下がって良くないかもな。あれだったらもう一回これをこのまま温めた方がいいのかもしれない。難しいね。いやちょっといい加減慣れるよって感じなんですけどね。大体わかるやろっていう何回もやっとるんだからこういうこと。これはねレシピの動画とちょっと違うぞ。30秒間よくかき混ぜるともう少しねソースっぽくなるはずなんですけど、ごめん今30秒間温めてるけどちょっとだけとろっとなってる感あるけどちょっともうちょっとな気がするんでちょっとねここから電子レンジで温めます。むずいなやっぱり。卵がちょっとボソボソ固まってるけどなんかとろっとしとるところもあるから合わさったらいい感じかも。いい感じあいい感じかも。ニンニクのねむっちゃいい匂いがする。よしいいでしょう。おしゃれな白いお皿使いたいけど底の深い器使おう。てかもこのお鍋ごと食べてもいいかもダメだよダメや。何がいいんか。ちょっとそろそろほらとろっとしとる。でもこの固まったところは固まったところでペペ玉ではないが美味しいと思う。ペペ玉としては失敗作ではあるがレンジで作るパスタではないな味的には成功かも。めっちゃ美味しそう。絶対美味しい気がしてきた。レンジで作れるけどいいよねマジで。ほったらかせる。お湯切ったりせんでいいしこれ。ねこれってさ自分で作るのとテープとかで後で作るのと全然違うよね。突然こんな話しだすけど私後で動画編集しとる時にどんな声か聞くの楽しみだな。前のさ風邪ひいたっていう動画でも言ったと思うんやけど声が枯れるだけでねあんま痛くないと咳もすごい出たりするんやけどなんかね喉痛くはないんよね。ちょっと違和感があるレベル。不思議ですね。喉風邪にもいろいろあるもんね。めっちゃ美味しそう。すごい綺麗に山になったし毎日楽しいな突然別に本当に理由はないんだけど楽しいの毎日。今なんて風邪ひいとるのにね。溢れないで溢れないで溢れないでください。よろしくお願いします。危ない。欲張るとがいけないね本当に。料理人に向いてないよねこの欲張ったりするのが。まあ料理人なんて一度もなろうと思ってないけど食べるの好きだけど人に出せるレベルのものを作れるなんて絶対に思わない。誰かに作るときめっちゃ緊張するもん。なんか予行演習で一回自分の用に作ったりするもん。なんか端っこだった。でですね仕上げにおネギをのせます。危ねえもう切ったやつ全部のせるとこだった。そういうのがダメ。綺麗な見栄えを意識した量をのせます。劇的ビフォーアフターを真似してみた。こんな感じかな。でなんかレシピには書いてなかったけどやっぱ黒胡椒でしょ。
とだけ飾りで置いてみよう。意味ある？わからない。メイクとかでもね、よく理由はわからないけど、ここにハイライト入れるな、入れた方がいいって言ってるなっていう感じでやったりする。みんな入れてるから私も入れようみたいな。私ね、この鷹の爪めっちゃ柔らかく煮られとるからあんま辛くないかなと思って今一つ食べたらめっちゃ辛いわ。ダメ、食べちゃう。飾り、これは。じゃん、完成です。これちょっとね、今日陶器やからめっちゃ重いわ。絶対これ飛ぶやつやん。ちょっとですね、今日は可愛い新しい猫ちゃんの T シャツ着てるんで汚したくないんでエプロンつけます。オープニングでもつけてましたけどね、せっかく外したんですけどね、やっぱりつけてもまた食べよう。紙エプロンがあるとちょうどいいね。買おうかな。はい、じゃあそういうわけでもうなんか関係ない話いっぱいしてる。いただきます。ニンニクのめっちゃいい香りがする。あともう黒胡椒の香りもいいね。でこれさっき余ったおネギですね。黒胡椒も途中で足そうかな。でもなんかちょっといい感じだな。さっきよりもちょっと時間が経つとさらにソースがトロトロになっとる。ソースめっちゃ美味しい。でもね、麺がだいぶやわやわ。でもこれはこれで美味しいんだけど、でもいい感じに茹でられたアルデンテの方がやっぱり美味しいですね。でもたまにはこんな感じでもいいかも。麺むっちゃ柔らかい。ちょっと下の力で麺潰れるぐらいの柔らかさ。おかゆよりちょっと硬いぐらいでもすごい美味しい。茶碗蒸しはトロトロの状態ぐらいの柔らかさ。トロトロふわふわのなんかあんかけ、あんかけじゃないか、なんか白身のふわふわのかかってるやつ、あれなんてやったっけ。あんな感じの柔らかさかも。ソースがね、柔らかさじゃないわ、とろみ感。とろみ、優しい卵の味でそこにニンニクが効いとって、でこの黒胡椒は私が勝手に入れたんやけど、この黒胡椒がピリッとしとっていいね。でやっぱこのおネギの爽やかな感じもめっちゃいい。これすごい美味しい。成功ではないかもしれんけどすごい美味しい。こんな感じです。めっちゃ美味しいよ。本当に美味しいあんまり言い過ぎると嘘みたいに聞こえる。味はね薄くはないけどこう、ね、優しいから、もう味めっちゃ濃いめがいいとかいう人はレシピにも書いてあったんやけど、塩を1人前に対して1つまみ入れてもいいみたいです。動画以外でも3人前ぐらいのやつ作ってみようかな。いやでもなんか失敗したくないからやっぱ1人前を3回作った方がいいかもしれんね。動画以外で私が食べるとき。これなんかすごいソースが程よい。柔らかくて程よい。よかった、こんな感じになって。1人前とか少ない分量で作れば電子レンジでもなんかお鍋で茹でたみたいな感じになるのかな、パスタ。お湯をさ大量にさ使わんと美味しく茹でられんやん、パスタって。電子レンジで作れたらめっちゃいいね。本当に美味しい。そうか、白だしはこれ入っとるんやったね。いや白だしってさ万能よね。あれでマジで味はすごい決まるもんね。そういえば私ね、これ風邪ひいてから大食い解禁第1号の動画や。そうや。いや私本当にでもちょっと食欲がなかったんやろうね。そこまで風邪ひいてる間にもう食べたいってならんかったよ。普通には食べとったけどいっぱい食べたいってあんまならんくって、でも動画撮りたいっていうのはめっちゃあった。なんかこのレシピとかも数日前に見つけたんよ。これ絶対やりたいやつやんと思って、治ってと思っとって今やっとできた。なんかみんなもうやってそう。結構何日か前に話題になったけど。でも厚切りベーコンとかトッピングしてもいいね。でも一緒に入れたら入れられるのか。でもベーコン焼いた方がやっぱ美味しいよね。
でもそしたらこの時短レシピの意味ってなるね。手間が減るからベーコンも気軽に炒められる。私が作ったやつはちょっと完成度が低いじゃないですか。だからなんかでもめっちゃ美味しいとお袋の味っぽい。だからお店には出さないけどめっちゃ美味しい。これ食べたら思い出すんだよなみたいな。これ私のお袋の味にしよう。子供おらんけどロンがおるけどロンにも食べさせられん。ほら白湯を飲んだらね声の調子良くなる気がする。風邪の経過観察としてはもうね今日熱は完全に平熱になっとってで声も結構出るようになってもう時間の問題って感じ。完全に元通りになるには。このソースのトロトロ具合最高。ちょっと食べてみよう。鷹の爪辛いのにやめなさいって思ってる人もいるかもしれない。まあ結構全然もう大丈夫。でもね結構ねもう本当に喉大丈夫です。辛いけどやっぱ癖になる辛いの。こうやって速攻白湯を飲むっていうね。ほんと不思議ですよね。なんか脳内麻薬が出るんだって辛いの食べるとね。でもなんかたくさん食べれるって幸せ。ずっとやっぱり何日間か我慢しとったけ当たり前になっとるけど普段これちょっと休むとめっちゃありがたみが分かるね。で暑っめっちゃ暑くなってきた。水も飲み物も白湯やし夏やし白湯やしペペタも暑いし。ニンニクのスライス食感が残っとって美味しい。食感が残っとるのは正解なんやろうかね。私は熱く切ってしまったせいなんやろうか。でも美味しいよ食感が残っとって。このソースのトロトロ具合めっちゃちょうどよかった。せっかくね許可をいただいたのにさリュウジさんにレシピを動画でやってもいいですよってすごい快く言ってくれたのになんかそのレシピをさうまくできんかった時にすごい申し訳ないよね私のチャンネルの趣旨って毎回完全に成功するのがあんまり目的ではなかったりするじゃないですかと思ってるんですよ。私はこうなんかまあそんなにやっぱり料理も上手ではない私が試行錯誤をしながらで最終的にはたくさん食べるっていうねかなって思っています自分では。まあでも本当にねうまく作れることに越したことはないんですけどやっぱり人間向き不向きがありますから。いやもちろん努力はしているんですけどちょっと一人だし補いきれないものもありますね。でも頑張ります。すいません本当に。まあ言い訳なんですけど私ね、基本美味しければいいかなって思ってます。そういえばこの何日間私コンビニも行ってないわ。コンビニ行きたくなってきたコンビニに行きたくなるってあんまないな。あんま今までなかったです。行きたくなるようなもんじゃないですよね。いつでも行けるからね。外国に行ってたりするときっと日本のコンビニ恋しくなるしやっぱりコンビニとかって行ってないとすごい行きたくなると思う。普段日常すぎるけどね。でも麺やわやわでもすごい美味しい。私は美味しいんやけどこれ絶対イタリアの方怒るやつじゃないあれ違う今思いついたんだけどこれ風邪ひきさんメニューです。風邪ひいてるし実際ねすごい今本当に思いついて風邪ひいてたらめっちゃちょうどいいと思う。だからもう
おかゆほどじゃないけど柔らかくて、絶対これ消化にもいいし、ね、ニンニクたっぷりで元気も出そうやし、体も温まりそう。そしておネギも入っている。唐辛子はちょっとどうなのかよくわかんないけど、でも熱が上がったりするじゃないですか。こうお熱バーって上げるのって結構風邪治す時いいですよね。高熱が続くのはよくないですけど、回復する時にはいいかなと思う。私なんか今回ずっと微熱やったからなかなか治らなくてね、免疫力が下がったのかな、白血球がなんかさ働かなくなったのかなとかちょっと思った。それかすごい雑魚な風邪だったから白血球が怠けたのかな。でもイタリアの皆さん、これはペペロンチーノでもない、もちろんカルボナーラでもない、ペペタマです。ペペタマなんです。パスタを使わせていただきましたが、ペペタマというこれは料理なんです。めっちゃ美味しいパスタなんですけどね、あれも。すごい全てが感動的。なんか大食いが本当に久しぶりだったから、お皿の中身がなくなってきたっていうのもなんかめっちゃいつもと違う。なんかすごい達成感ある。いや本当に溜まってたんですよ、大食いできなくって。私普段から毎日大食いしてるから、大食いしなくても私結構ね大丈夫なんだよねとか言ってるけど、大丈夫じゃないかもしれないですね。これはやってたからやっとるから思わんだけで、完全に立っちゃうとめっちゃありがたみがわかる。じゃあ最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。これ私さ、最初より声が出るようになってない？そこペペタマ効果や。はい、レンジで作るペペタマめっちゃ美味しかったです。でも本当にちょっと10人前作っちゃったから難しかったけど、1人前だったらパスタ茹でるのも本当1人前ってちょっと一番パスタ茹でるのに大変なんですよね。パスタってさ、大きいお鍋でやっぱ茹でんといけんし、たっぷりのお湯を沸かさんといけんし、なんか逆にほんと10人前とか、10人前はちょっと違うね5人前ぐらいか。パスタと多めにさ茹でたりする方が楽よね。1人前でも結構お湯を沸かさんといけんからね。でもそれがさ1人前で電子レンジで手軽に作れるからめっちゃいいと思います。洗い物もすごい減るしね。ほんとニンニクも今回はさ生のやつをスライスしたけど、チューブでも多分いいみたいだし、おネギもスーパーでさ切ってあるやつとかも売っとるじゃないですか。冷凍とかもあったりするしね。で卵ってすごいなんか手に入りやすい食材の代名詞みたいな感じだし、で白だしはね本当になんか一家に1本みたいな感じだと思ってるんですよ、私は。めっちゃ便利だから。だから本当お手軽に作れてめっちゃ良かったと思います。リュウジさんのレシピって本当に簡単に美味しく作れるからめっちゃいいですよね。一人暮らしとか二人暮らしの人にすごいありがたいレシピだと思いますね。とても美味しかったです。でですね、まだちょっと声が枯れてたりとかあるんですけど、結構もう回復しました。ちょっとね今ね水曜日をお休みに私するって宣言したじゃないですか。ちょっとねその辺の、でもここ最近動画をさため撮りできなかったりとかもあったりして、ちょっとね体勢がまだ整ってないんで、ちょっと今週お休みが多くなるかもしれないです。で本当に最近ずっと大食い動画も出せてなかったのに、見てくれた視聴者さんには本当に感謝です。なんかもう Twitter とかインスタとかでも励ましてくれたりして、もう私はね一生結婚せんでもいいですまあローンもおるし、なんかもう本当にね今のままで結構幸せで満たされとるからねもうどんどん結婚とか恋愛が遠のくわ。だってなくても幸せなんだもん。はい、強がりじゃないです。あったらあったでもっと幸せなんでしょうね。でも今のままでもめっちゃ幸せ。もうなんか逆にもうそれが手に入っちゃうともう幸せすぎて怖いみたいな感じになるかもしれない。もう今もちょっと怖いけどね、私昔に比べたら今ってめっちゃ幸せだから、今ってなんでようこんな幸せ手に入ったなって思うんですよ。はい、動画が長々なっちゃい
りますね。皆さん本当にいつもいつもお忙しい中お付き合いいただきありがとうございます。では本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日もみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。バイバーイ。